ようこそ自然史博物館へ。今から第5展示室を紹介します。第5展示室は生き物の暮らしっていうテーマで、生物学の分野で言えば生態学っていうのの展示室になります。でこちらに来てもらうと、生態学っていうのは生き物の暮らし、生きた生き物でないと紹介できないんで、今までの展示室とは違って、標本並べればいいっていう話にならないんですね。だからこちらにあるように、言うたら各コーナーに遊ぶ感じのものがありまして、でそれの説明を周りの壁とかでやるっていう構造になってます。で子供は多分遊ぶだけなんでしょうけど、一緒に来てる大人とかが周りの展示を見て納得してもらうとか、で子供も何かの弾みに今は遊んでるだけやけど、何かのきっかけであれそういう説明してたんやなって分かってくれたらいいかなっていうつもりで展示を作っています。で、最初出だしはですね、生活戦略って言いまして、生き物のそれぞれの暮らし、一種類の暮らしがどういうふうになってるかっていうのを紹介してて、こちらはどんぐりの芽が出るまでの生存曲線というかな、いろんな原因で死んじゃうよっていう話ですし、こちらは島にいるウサギがどういうふうに増えるかっていうのを紹介しています。でこの辺、植物の繁殖とか、春にだけちょろっと出てくる植物とか、大部分の時間卵で寝てる休眠してる生き物とか、いろんな環境を行ったり来たりしてる生き物が紹介されていますけど、そういう中で特におすすめはもう一つのアナログゲーム、これスマートボールですね。球を打ち出して上から転がして、これ上が大陸なんですね。で島に生き物がどういうふうにやっていくかっていうのの、モデルがありまして、大陸に近いほど球が入りやすいですね。大きいほど球入りやすいですね。これが島に言うたらいろんな生き物がやってくる可能性と確率とリンクするんですね。島に近いほどいろんな生き物がやってきやすい、大きい島ほどいろんな生き物がやってきやすいっていうのをいっぱい球を打って、ここにたくさん球が入る、この辺に入りにくいっていうので体感してもらえればいいなっていうコーナーです。はい、でここからはちょっとテーマ変わりまして、生き物のつながりがいうテーマで、主観相互作用ですね。主観相互作用ね、いろんな種類があるからそれを順番に紹介してます。最初は食う食われる、捕食被食っていう関係で、こちらは鹿を食べる狼、鹿と狼の関係です。狼が多すぎても狼が少なすぎても鹿はうまく生きていけないっていうようなのが紙芝居みたいな感じで紹介されます。で、他の主観相互作用としてはこちらは競争ですね。でこちらは、寄生と共生で、この辺り共生のゾーンが続いてまして、これは蜂とかが花粉を運ぶ送粉共生っていうやつ。こちらは動物が植物の種を運んでくれる種子散布っていう形での共生です。でこちら主観相互作用のうちの一つで擬態っていうのがあるんですけど、その中でも虫の中には蜂に似たやつがいるんですよ。で蜂に似てればそいつは言うたら針もなくて毒もなくっても蜂が怖いからみんな避けてもらえるんですね。でわざわざ蜂じゃないのに蜂みたいな格好してるやつらがいるっていうのを蜂擬態っていうんですけど、このゲームで言うたら鳥になったつもりで虫を取ってもらうと、蜂は避けないといけないっていうお題が出てますので、蜂に似てるやつはついでに避けられやすくなる。これ失敗しましたね。だから蜂に似てないの方が言うたら気楽に安全なので取りやすいですね。これ失敗ばかりしてますね。はい、で結果として蜂に似たやつの方があんまり取られない。蜂に似た蜂は5匹も取ってますけど、これ同じになってますね。こういう結果が出るんですね。言ったらゲームした人で実験してるんですよ。蜂に似てないやつの方が蜂に似たやつよりも取られてる。蜂はもっと避けられてますんで、蜂に似てるだけでだいぶ避けてもらえるなっていう結果が分かるわけです。みんなのゲームの結果としてですね。はい、こちらさまざまさらにいろんな種類が混ざった主観相互作用が紹介されてまして、でここからなんとなくテーマが主観相互作用から住み場所に変わります。こちらはちょろっとしたコーナーですけど、生き物が他の生き物の住み場所を作るよっていう話をしてます。で
こっちに来ると、こちらはもう完全に住み場所、生き物と住み場所の関係を紹介するコーナーで、特にこの大きなコーナーはボタンを押すと、いろんな生き物が動き出します。四季のパターンで動くんですけど、生き物はですね、一つの環境だけで暮らしてるんじゃなくて、いろんな環境を行き来してようやく生活が成り立ちますっていうのをこう、動物の格好した人形がうろうろして示してくれます。その上でこちらの後ろの方でここで動いてるやつらの動き方の具体的なところを説明しております。例えばここタヌキですね。タヌキは山で暮らしてるかもしれんけど、町の中にもやってきて暮らす。それをこれタヌキ目線で、夕方になります、日没になります、山でタヌキが起きます。これ起きましたね。お腹が空いたからなんか食べ物探しに行こうと。ほんでこう町の方に行っちゃうわけですね。これタヌキ目線なんで、ここから見るとタヌキになったつもりで見れるという趣向です。はい。でこっちになるとさらに渡りというレベルで広い範囲をうろうろする生き物が紹介されます。夏に山に避暑に行くトンボとか、もう東南アジアをぐるっと一周するハチクマっていうタカとか、でこちらさらに一箇所に暮らしている生き物にとってみても、例えばこれため池ですけど、ため池のどんな生き物が暮らせるかっていうのはため池の水質で決まるんですけど、水質は周りの環境から入ってくるもので変わってきますので、ため池の生き物を語るときはその周りの環境も見ないとわからない。同じようにこちらは川で暮らしてる魚やけど、それが食べてるものは陸から落ちてきた虫で、いろんな環境がつながって初めて生き物の暮らしが成り立ってるっていう話です。で最後は人と暮らしとの関わり、人が作った生き物の環境みたいな感じで里山と田んぼっていうのが紹介されています。真ん中にあるのが里山シミュレーターって言ってですね、このぐるぐる回してるこの回し具合が言うたら農作業のそういう頑張り具合です。農作業頑張りすぎると木は切るわ、草は刈るわで、もう言うたらハゲ山と何もいない田んぼと池が出来上がるんですけど、何もしなかったら木は生えまくりで草ぼうぼう、どっちの極端に走っても生き物はあんまり多くないんですね。適度な農作業が生物多様性を守るんだよっていうのを、ぐるぐる回してもらって体感するっていう企画です。